はあ、やっぱ自分のデスクは最高やで。でもなんかよう見るとごちゃついとるな。このライトも結構眩しいやで。あ、そういえば米国から例のやつが届いとったな。ちょっと持ってくるか。これや。そんなバカな。はい、理想の書斎作りです。今日もデスクお疲れ様でございます。今回は理想の書斎作り流グローブメイドのデスクシェルフでさらにスッキリする方法と、最強ドッキングステーションカルデジット TS4 の置き方必勝法についてです。デスクシェルフはずっと気になるけど必要性がいまいちわからんって思ってました。ところが前回の動画の TS4 のせいでデスクの上が微妙にごちゃついたり眩しかったりで、シェルフの必要性を突然理解しました。はじめに結論ですが、シェルフに肝心の TS4 は入りませんでした。でも逆に予想を超えるメリットがいっぱいあって、結果的には大満足です。とはいえ注意点もかなり多いです。ちなみに今回の試行錯誤でドッキングステーションの置き方必勝法を棚ぼた発見してしまいました。独断と偏見とリビドをたっぷりにお話ししていきます。このデスクシェルフはアメリカのグローブメイドさんのものです。超絶ハイクオリティなデスクアイテムメーカーさんで、僕も昔からデスクマット2枚とマジックトラックパッドのトレイを持ってました。このトレイについてはスロベニアのデルタハブさんのカルピオ 2.0 っていうリストレストに僕の中で競り負けてしまって、結局動画では紹介していません。ということで、もともとグローブメイドさんが大好きで片思いだったんですが、今回デスクシェルフをポチった後になんとですね、逆にグローブメイドさんの方からご連絡いただいて、買ってくれたシェルフは提供するからいろいろフィードバックちょうだいやで、クーポンコードも発行してあるから気に入ったものあれば日本で紹介しくよろうとなった次第です。本当にありがとうございます。ということで、概要欄にクーポンコードも書いてます。いつでも何でも 10% オフなんでぜひ活用してみてください。とはいえ一度は普通に自腹でポチったアイテムなんで、忖度ゼロで行かせていただきます。まずはメリットからです。6つあります。1つ目はやっぱり質感、デザイン、ビルドクオリティがマックスレベルなことです。スクリーンバーの灯火も糸おかしです。裏返してもかっこいいシェルフを僕は他に知りません。2つ目、有線デバイスのケーブルを隠蔽できます。見てください。ループデックから生えてる紐がほとんど見えなくなりました。最高です。3つ目、デスクマットごと一気にスライド収納できます。もともと持ってた同じくグローブメイドさんのウールフェルトデスクパッドの M サイズがぴったりで、陰湿な笑いが止まりません。 iPad で手書き用のスペース確保も一瞬ですし、キーボードたちのホコリかぶり虫も防げます。4つ目、上の段に M1MacBook Air、iPad mini、iPad Pro 12.9 インチが全て入ります。よく使うものって片付けが面倒でなんだかんだ天板の上をさまよいがちですよね。シェルフだと目の前なので最高に出し入れしやすくてナチュラルに片付くようになりました。5つ目、バリエーションが6色もあります。これはソリッドウォルナットですが、 IKEA のカールビーの天板とベストマッチすぎてドーパミンが止まりません。6つ目、周辺機器ともうまく共存可能です。大定番のベストセラーモニターアームエルゴトロン LX とは相性バッチリでした。さらに最近超お気に入りのエルガトさんの低空マイクアームとも共存できます。展開時はサイドに寄り添う形になって、収納時はシェルフの後ろのデッドスペースに綺麗に収まります。ちょっと話がそれるんですが、せっかくなのでこのめちゃおすすめな低空マイクアームについてもサクッと語らせてください。マイクが下からえぐる角度で出てくるんで、上から降りてくるタイプと違って視界を遮らないし、ウェブカメラにも映りにくくてとっても快適になります。マグネティックな蓋のおかげで配線整理も余裕です。収納時も他の一般的なアームと違って全然目立ちません。ただ一つだけ大きな注意点があります。アームを動かす時に広いスペースが必要になることです。上に伸びる一般的なアームの動きが浅田真央さんの軽やかなトリプルアクセルとすると、この低空アームはさながらザンギエフ先輩のダブルラリアットです。高さ7センチのアームが周りを蹴散らしながら動く感じです。このせいで僕はスピーカーをデスクの端からシェルフの上に避難させました。話を戻します。最近はデスク天板の下に物を吊るして隠すのがトレンディーな気がしてて、僕自身そっち派だったんですが、実際にグローブメイドさんのシェルフを試してですね、天板の上に棚板を一つ増やしてそこにいろいろ隠し込むってアプローチも実はものすごくスッキリするし、かっこいいし手軽だし、何より解決不可能と諦めてた有線デバイスのケーブル隠せるやんけって大きな気づきを得ることができました。とはいえデメリットというか注意点も相当多いので、今からお話しする点もしっかりチェックしておいてください。
まずはサイズ感が罠だらけです。棚の中の高さが上の段は4センチ、下の段は5センチと結構タイトで、カルデジット TS4 は入れたかった上の段に入りませんでした。下の段は HHKB キーボードがギリギリ入ります。MX マスター3は入りません。ただグローブメイドさんのアイテムはそもそも薄くてスタイリッシュな Mac 用に全振りした設計になってる気もしてまして、この尖り具合は個人的には大好物です。棚の奥行きも 21.5 センチほどしかなくて、しかも後ろ側に壁があります。13インチの M1MacBook Air なら問題ないです。ズーグーケースに入れた iPad Pro 12.9 インチだと少しだけはみ出ます。後ろの壁は棚板のアルミがそのまま L 字に持ち上げられてる構造なんで、たわみ防止の観点ではメリットになってる気もします。ちなみに1センチほどの隙間からケーブルは通せるんでご安心ください。逆に横幅はかなりでかいアメリカンサイズです。棚板の幅は実測で117センチ、足の幅は103センチちょっとあって、デスク天板が少なくとも120センチは欲しいところです。天板の幅が186センチ、37.5 インチウルトラワイドモニターだとこんなバランスになります。公式サイトの写真のモニターで25インチのようです。あと棚板が硬いアルミなんで傷にも要注意です。 iPad mini のディスプレイを下にして滑り込ませたらフィルムに少し擦り傷がついちゃいました。ちゃんと持ち上げておけば特に問題はありません。そしてもう一つ、モニターアームとの相性について物理面と見た目のバランスの面の両方を考える必要があると思います。物理的な面では棚の全体の高さが約 11.5 センチなので、根元から折れ曲がってるタイプ、例えばオシャンティーなエルゴトロン MXV とかハーマンミラーのフローとか、あとは大型モニターに対応しているエルゴトロン HX なんかは干渉すると思われます。それと見た目のバランスですが、これは好みの問題ですし、そもそも妻から配給されたトライアルの399円の T シャツを愛用中の自分が見た目を語る資格があるかといえばそれはないと言わざるを得ないのですが、ごついモニターアームとデスクシェルフを組み合わせるとかなりやぼったくなるので全然おすすめできません。モニターをもっとぬるぬる快適に動かしたくて、ハーマンミラー社の大型モニター用アームのフロープラスを投入したんですが、デスクシェルフとは物理的にも見た目のバランス的にも相性が最悪で絶望しました。だったらシェルフをボツにしてフロープラスを活かせばいいやんって思いません？僕も正直そう考えていろいろ試行錯誤したんですが、結論エルゴトロン LX プラスグローブメイドのデスクシェルフの方が普通にかっこよくて快適でだいぶ合理的との判断に至りました。というかエルゴトロン LX はやっぱりすごいですね。価格が6倍以上のフロープラスに対して使用感もビルドクオリティも正直ほとんど負けてないことに気づかされました。ハーマンミラーさんはオフィス家具界のアップル的な存在で、僕自身ハーマンミラー社のエンボディチェアを愛用中で大好きな憧れのメーカーさんなんですが、このフロープラスについてはデスクシェルフとの組み合わせがどうこうとか一切抜きにして、アーム単体で見ても構造とか使用感がいまいちで正直ちょっとがっかり。それではドッキングステーション、通称ドックの置き方必勝法もお話しさせてください。結論としては後付け引き出しの上に落ち着いてます。ここなら外付け SSD つなぎっぱ動画編集でもデスクの上が散らからないし眩しくないし、急速充電ポートにケーブル差しっぱでも全然気にならないので最高です。いろいろポイントがあります。まず周辺機器、例えば外付け SSD なども一緒に置けるスペースを確保した方がいいです。ドック単体で天板裏につったりすると外付け SSD がブラブラする、または天板の上に置くみたいな残念な感じになっちゃいます。次にドックに突き刺すケーブルの抜き差しがしやすいかもものすごく大切になってですね、そのためのベストソリューションが引き出しとなります。見てください。メンテの時は引き出しの上に置けるのでとてつもなく作業がしやすくなります。さらにもう一つとっておきのテクニックがですね、ドックへのケーブル抜き差しを楽ちんにするためにデスク全体の配線整理はドックに全てのケーブルを取り付けて、しかも手前に引き出した状態をキープしてから行うべしということです。伝わりますでしょうか？逆パターンとしてドックを通常の位置、つまり天板下に潜り込ませた状態のままデスクの配線整理を行ってしまうとですね、後々ドックが手前に引き出せなくなって積みます。ドックにつながっているケーブルたちが配線整理によって全てその位置で固定されちゃうためです。せっかく縛り上げた配線たちを全体的に解かないといけなくなっちゃいます。あとは排熱です。風通りはできるだけ確保したいですね。ドックの取り回しって結構難しい気がしてるんで、もっと良い方法などありましたらぜひコメント欄で教えてください。ちなみにこの引き出しはアメリカのアップリフトデスクさんのもので、物としてはめちゃくちゃスタイリッシュで上質で気に入ってるんですが、今は円安と送料がとんでもないことになっちゃうんで正直おすすめはしづらいです。フレキシスポットさんの純正後付け引き出しなどがベストな気はしています。
今回ご紹介したアイテムは全て概要欄に記載しておきますのでご安心ください。ご質問やご意見なども遠慮なくコメントいただけると嬉しいです。一番抵抗や危険の少ない優しい道を選ぶと人間も川も必ず蛇行します。それは大雨がやってきた時は必ず洪水や失敗を引き起こして我々を破局に追い込むって近所のおばさんが言ってました。フロープラスで失敗するくらいなら破局の方がはるかにマシだと思う次第です。